うわー、ついに切ったんだね。切ったら切ったで寂しいんじゃない？ Sometimes you gotta do what you gotta do. Let's do it. Everybody, Hikari sucks. Just kidding. さあ、今日、一緒坊ヒカリ。どうも、ヒカリです。実は僕、YouTube を始めて以来、皆さんに秘密にしてきたことがあります。もしかしたら気づいちゃってる人もいるかもしれませんが、実は私、ヒゲボーボーなんです。知ってた？記憶にある限りだと、最後にヒゲを剃ったのが2020年の2月なので、もう丸2年、1回もヒゲを剃っていないことになります。そもそもヒゲを伸ばし始めたのは、2020年の2月に、さよが日本に一時帰国することになって、当初は2ヶ月半で戻ってくる予定だったので、その期間だけヒゲを伸ばそうと思ったのが始まりでした。普段から顎ひげを生やしていることは多いんですけど、口ひげはあまり似合わないので、2ヶ月半ほったらかしにしたらどうなるかなくらいの気持ちで始めました。ところが、某感染症のせいで、結果1年半も離れ離れになってしまうことになったので、願掛け的な思いも込めて、さよが帰ってくるまで剃らないと決めました。ちなみに、さよが帰ってきたのは9月で、現在2月です。こんなに間が空いてしまったのには訳があって、離れ離れだった期間をテーマにショートフィルムを撮っていたので、その関係でヒゲが剃れませんでした。そんなショートフィルムも先日無事アップすることができたので、まだ見てないって人はぜひ見てみてください。ということで、長々と前置きを話してしまいましたが、今から2年間伸ばしたこのヒゲとおさらばしたいと思います。そして切るのはもちろんさよでーす。正直大して気に入ってはいなかったので、早く切りたいっていうのが本音なので、早速切っていこうと思います。ではお願いします。いきますよ。私は緊張する。緊張。じゃあお願いします。おー、切れてる切れてる。これは現実？すげえ。うわ、見せて見せて。うわ、見せて見せて。すげえ。うわ、ちょっと待って。こうやって見るとすごいこれ。気持ちいい。うわ、すげえ。これ何？習字の筆かなんか誰か作ります？でも必要な人いるかもしれない。うわ、すげえ。ちょっと鳥肌が。すごーい。ちなみに俺今どうなってるの？なんかこうなってる。じゃあもうちょっとだけ切ってもらったら、ここら沿ってくる。切ります。こっちから失礼します。切られてる方気持ちいいもん。なんかもう少しだいぶすっきりしたよ。あの頃の俺が戻ってきてる？全然戻ってきてないけど。じゃあちょっと残りはお風呂場で剃ってこようと思います。いやー、すっきりした。違った。これ実はちゃんとした名前があって、カイゼルヒゲっていう名前なんですけど、一回やってみたかったんですよね。どう似合うじゃん。しばらくこのままにしとく。では剃ってきました。じゃあいきますよ。はい。3、2、1、ドーン。懐かしい。すっきり。違う人みたい。2年ぶりのヒゲなしです。顔ちっちゃくなったんじゃない？どう？寒い？なんかスースーするね。いやでもこれでご飯と一緒にヒゲを食べなくて済みそうです。本当だ。いやー、すっきり。どう？でもいい？いいよ。うわー、ジョリジョリしてる。いいね、ここがいいね。ご飯と一緒に食べてたからね。スープとか浸ってたからね、ここ。ぼちゃぼちゃ。よかったね。すっきり。若返ったかな？そうだね。いかがでしょうか？すごい、花がある。
先日無事ひげを剃ったということで、本日はですね、いよいよこの髪の毛とおさらばすべく髪の毛を切りにやってまいりました。ちなみに髪の毛ももう2年以上伸ばしてるんですけど、現在胸くらいまで長さがあります。髪の毛を伸ばしてたのには理由が2つあって、1つ目はさやと再会するまで切らないっていう感じで決めてたんですけど、もう1個がですね、実は別の理由がありまして、それは後ほどお話ししたいなと思います。ということで、髪を切るところを探していたら、行きつけのダファリンモール内に美容院を発見しました。それがこちらのライフヘアスタジオです。店内は明るく広々としていて、他にもお客さんが何組かいました。予約しておいた時間に到着すると、すぐに席に通されて、ざっくりと用語を聞かれると、そのままカットが始まりました。そうなんです。こっちではほとんどの場合、カット前のシャンプーがないんですよ。ただし今回はとある理由があって、まずは髪の毛をいくつかの束にするところからスタートしました。そしてその理由っていうのが、2年間伸ばした髪をヘアドネーションしたかったんです。過去に日本で一度ドネーションの経験があるんですけど、カナダでするのは初めてでした。当時日本でドネーションを受け付けている美容院を探していた時、なかなか見つからなくて苦労しました。ただボランティア大国のカナダならすぐに見つかるだろうと思ってたんですけど、意外とカナダでもドネーションができる病院は少ない印象でした。そこで今回は美容院で切った髪の毛を持ち帰ってドネーションを受け付けている団体に直接郵送する方法を選びました。選んだのはオンタリオ州をベースにしている A Child's Voice Foundation という団体の Angel Hair for Kids というプログラムにしました。こちらではヘアドネーションを何かしらの理由で髪の毛を失った子どもたちのウィッグ作りに役立てています。So, what's your name again? I'm Sophia. Nice to meet you. I'm Hikari. Nice to meet you. Yeah. How long have you been doing this? Hair? Yeah. About 20. Oh, 20 years. awesome. ではここで簡単にドネーションの条件をご紹介します。髪の毛の長さは12インチ、約31センチ以上必要です。パーマやブリーチされた髪の毛は受付ができません。提出の際はポニーテールもしくは編み込みの状態にしておく必要があります。またそれらを封ができるプラスチックバッグに入れて郵送します。別途ヘアドネーションのフォームがあるので、そちらも記入して同封します。またウィッグ作りにはお金も必要です。寄付金を2ドルから受け付けているので、いくばくか気持ちを添えてあげるのがいいかなと思います。以上の条件は団体やタイミングによって変わる可能性があります。ドネーションを検討している方はご自身でもあらかじめ条件を確認しておくことをお勧めします。いやー、ついに髪の毛ともおさらばしてきちゃいました。ただー、いかがでしょうか。カットの後はシャンプーをしてくれて、それで終了になりました。今回のお会計は40ドルで、そこにチップを足してお支払いをしました。ただ料金は髪の長さによって変わってくるので、あらかじめどれぐらいになるか聞いておくことをお勧めします。いやー、めちゃめちゃ久々の単発なんですけど、後頭部寒っ。そしてこちらが今回僕が持って帰ってきた髪の毛です。長え。ちなみに髪の毛を切る前に美容師さんが長さを測ってくれたんですけど、だいたい14インチ、35センチありました。トップはちょっと長さを残して切ってもらったんですけど、それでも寄付するのに十分な長さを確保することができたので、無駄なく毛束が作れてよかったです。皆さんも髪の毛をバッサリ切る機会があれば、ぜひヘアドネーション検討してみてはいかがでしょうか。では、こちらはジップロックに入れて必要書類を書いて郵送したいと思います。今回は2年間伸ばしたヒゲと髪の毛をバッサリ切ってスッキリしました。しばらく鏡に映った自分に見慣れませんが、新しい髪型楽しんでいきたいと思います。次は3年間頑張ってみたいと思います。嘘です。それではまたお会いしましょう。You have a good one. Peace out. 髪の毛とおさらばします。ちょっと名残惜しいかも。